皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東情勢。イランとイスラエルとの間での戦闘が現在でも継続中ですが、どうやら全体の方向性は見えたようです。というのも、つい先日の動画でも取り上げましたが、イスラエル空軍はイラン西部もしくはイランの首都テヘラン周辺における制空権を確保したと発表。主要な軍事基地や核開発関連基地の攻撃は引き続き行えることを発表しました。このような戦闘状況の最中において G7 サミットが行われました。この中でイスラエルに対する明確な非難の言葉は出ず、むしろイスラエルの立場を非常に強く擁護する宣言が出ました。それはイランの核兵器保有は決して許さないという文言とともに、イスラエルには自国を守る権利があるとも同時に述べました。これによってイスラエルが主張しているイランの核兵器開発は許さない、だから攻撃したという話に G7 サミットがお墨付きを与えた形となります。もともとイスラエルに対してはアメリカからの軍事支援が常に行われている状態で、現在のトランプ政権においても非常に強力な後押しが行われています。今の戦況と国際情勢どちらについてもイスラエルにとっては非常に都合のいい状態になっており、イランは一方的に殴られる状況がこの後も続きそうです。ただし、殴られたからといってイランという国家が滅ぶかどうかについてはまだ状況は不透明なままです。イランとイスラエルは陸地において国境が接していません。だからこそイスラエル空軍の力をもってして一方的に攻撃しているわけですが、同時に陸上戦力が入ってこないということによって政権崩壊に対する強い圧力はどうしても物足りないものとなっています。ただ、イランが自国の防衛で手一杯な状況になることによって、少なくともロシアに対する支援は全く途絶することになります。イラン製の大型ドローンシャヘド、このエンジンについては、イラン国内で作ったものをロシアへ輸出していたと言われています。この生産工場についても空爆を受け、生産は途絶。ロシアに輸出するどころではなく、イスラエルに向かって発射する大型ドローンシャヘドの生産すらも今や危ぶまれている状況です。当然のようにその他軍事工場についての攻撃も今後も継続的に行われると見られていますから、砲弾の販売や重火器類、様々な軍事物資についてもイランからロシアへと販売されるルートは完全に断ち切られる可能性が出ています。というわけで全体についての概況をお伝えしたところで、細かなニュースについても見ておきましょう。まず最初に取り上げるニュースは、アメリカ製の F14 戦闘機が今回の戦闘によって撃破されたとのニュースが入っています。こちらの映像がイスラエルが公表したものです。地上にいる際に2機の F14 戦闘機が爆破されました。ただし、この F14 戦闘機は衛星写真によると数年前から全く動いておらず、飛行機としてはすでに終わった状態だと見られています。そうした意味では、もはや置物であり、破壊するためのミサイルが無駄遣いだったのではないかと批判する人もいます。一方で F14 戦闘機といえば映画でも取り上げられることのある戦闘機であり、せっかくなのであればイランを占領してこうした機体を博物館に飾ればよかったのにと話す人もいます。今回のイスラエル・イランとの戦闘における最初に撃破が映像で確認されたのはアメリカ製の F14 戦闘機となりました。ただし空港に置物になっていたものですから、兵器として数えるかどうかは微妙なところです。なんでアメリカ製の戦闘機がイラン側で使われていたかについて簡単な説明をしておきましょう。イランは現在はイスラム教の最高指導者がイコール国の最高権力者です。しかしイランの革命前であれば親米国家でした。そのためアメリカ製の兵器なども積極的に購入していたのです。その時に F14 戦闘機も80機近くが納入されました。しかし、イラン革命以後においてはそのような関係が断絶され、メーカーからのサポートも一切なくなりましたから、時の流れとともにどんどんと老朽化し、そして時代遅れになり使えないものが出てきて、最終的に現在でも空を飛ぶことができる機体は10機から15機程度だと言われています。そして、イラン革命以後のイラン空軍は基本的に新しい戦闘機をなかなか導入することができず、古臭い戦闘機をなんとか手間暇かけて飛べるようにするのが精一杯というような状態ですから、空軍力においてはイスラエル空軍の前には全く歯が立ちません。現在のところイラン空軍はまだ生き残ってはいるはずですが、実際の戦闘としては
ほとんど役には立っていないものとみられます。それだけにイスラエル空軍の戦闘機を撃退するためには地対空ミサイルの活動が重要なわけですが、それについても射程外から戦闘機のミサイルで対空ミサイルの方がやられるといった場面が多く、そのためにイスラエル側が航空優勢を保っている状態なわけです。イランの陸軍からは対空機関砲などはまだまだ残っているでしょうが、まぐれあたりでもない限りはちょっと戦闘機を落とすのは難しいかもしれません。続いての映像は、イラン側からイスラエルに対して攻撃を行うための手段、大型ドローンシャヘドのトレーラー。こちらがその破壊映像です。シャヘドそれ自体は攻撃兵器なので、イスラエル空軍に目をつけられると防御手段が全くありません。見つけられれば、あとは破壊されるのを待つだけになってしまいます。次に地対空ミサイルホーク。イラン革命前にアメリカ製のものを購入したものとみられますが、現在でも使用することはできます。ただし、レーダーとの連携がうまくなければ、地対空ミサイルであったとしても、単純に破壊目標の一つに過ぎなくなってしまいます。こちらイスラエル軍による地対空ミサイルの破壊映像。そして、反撃をするためにも弾道ミサイルはこれからも使わなければならないわけですが、戦闘機を追い払うことができなくなってしまった以上、攻撃をひたすら受ける状態になっています。こちらの映像は空爆を受けた備蓄庫の爆発の様子。周辺の住民がかなり動揺しています。この空爆では備蓄していたミサイルや先ほどのシャヘドの予備機なども合わせて吹っ飛んだものと見られています。もちろんこうした備蓄場所は全国各地にありますから、この1箇所だけで終わるわけではありません。首都テヘランにおいてもイスラエル空軍の戦闘機が我が物顔で飛び回るような状況になっていますから、イスラエルは首都テヘランへの攻撃を今後も継続するとして住民に対する避難勧告を出しています。そして主要な軍事施設だけではなく放送局に対しても攻撃予告がありました。こちらの映像は攻撃を受けた後炎上している様子。こちらの映像は放送中にその攻撃を受けたものとみられます。ちなみに大国ロシアが小国ウクライナに対してですら航空優勢を確保できていないにもかかわらず、イランに対してはイスラエルが航空優勢というよりももはや制空権を得たかのような話ができるのは状況が全く異なるからです。ロシアは自国産のステルス戦闘機が作れたというような話をしていますが、実際には手作りで何機か作れただけで前線に投入できるだけの数を全く保有していません。量産化できていないのです。戦闘機は非常に多く保有しているものの、それはソ連の名残で今も保有している機体が多く、ウクライナのレーダーと対空ミサイルに捕まって撃墜されるからこそ、前線より手前のところで滑空爆弾での攻撃を行うか、もしくは大型の長射程ミサイルを使うといったことを行っているわけです。一方でイラン空軍はF14 戦闘機の時にも言いましたが、基本的には古い機体をなんとか整備して使っているものが多く、現在の最新戦闘機とは全く戦うことができていません。しかもイスラエルはアメリカからの強力な軍事支援があり、ステルス戦闘機 F35 を多く運用しています。今回の戦闘においても F35 は非常に多く作戦に参加していると見られています。このようにイスラエル空軍による攻撃を止めることができなさそうだなという状況において、さらにイスラエルの攻撃に拍車をかけそうなのが、イランによる反撃がこれからどんどんと減少しそうなという話です。こちら左側の図は、イランがイスラエルに対して行った弾道ミサイル攻撃の推移です。初日こそ多くの弾道ミサイル攻撃を行ったイランですが、その後は着実に発射している弾道ミサイルの数が減少しています。昨日行われたイラン側からの弾道ミサイル攻撃も10発20発といった程度で、イスラエル側に着弾はしたものの、イスラエルという国家そのものを揺るがすような被害は全く与えられていません。こうした背景には、弾道ミサイルは非常に大型であり、地下の備蓄基地にいくらあったとしても、それを運び出して打ち出すための発射装置やトレーラーといったものが必要です。しかしそれらが次々と地上で空爆を受けて破壊されています。さらに地下施設に溜めているものであればまだ安全ですが、地上の備蓄庫については次々と空爆を受けており、使う前に破壊されたものも多数あるでしょう。そうしたこともあり、アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所 CSIS は、イランの反撃に使える弾道ミサイルは残り1000発程度ではないかと分析しています。ちなみにイランの保有している
ミサイルとしてはもっと数は多いのですが、お隣イラクに届くであるとか、シリアやヨルダンに届くというものでは実際には使うことができず、とにかくイスラエルに届くものだけに限定するとそのぐらいの数にとどまってしまうのです。間に他の国が挟まっている以上、届かないミサイルは実際に役には立ちません。それだけに反撃する手段がなくなっていくとなれば、イスラエルの一方的な攻撃はこれからますます加速する可能性すらあります。という具合にイスラエル空軍の空爆はこれからも続きそうだし、しかもそれでいて反撃する手段も戦闘機を打ち払うための能力もどんどんと低下しそうだという状況に陥っています。それだけにイランとしてはいかにして外交的な手段でこの戦争を終わらせるかといったことを考えなければなりません。ロイター通信の報道によれば、イラン側からアメリカに対して核開発協議において大幅な譲歩を認めるから、それをもってしてイスラエルとの停戦仲介を行ってくれないかみたいな話がイラン側から出ているようです。しかし G7 サミットからの帰りのトランプ大統領は記者団からの質問に対して、イランはイスラエルの言うことを聞けばいいのに、そうすれば戦争が終わるのにといったような話をしており、アメリカが求める核開発協議についての決着ではなく、もう直接的にイスラエルに降伏すればいいのにというような話をしています。イスラエルはイランに対して核開発について完全にこの計画を破棄し、それを証明するようなことをしなければならないとしています。IAEA のような国際的な機関による徹底的な査察を受けた上で、ウラン濃縮施設を全て廃棄するようなことを行い、原子力発電で核物質が扱いたいのであれば、燃料について他の国から輸入したものだけを使うみたいな限定的な措置で我慢せよみたいな話もあります。さらにはここ最近では、イスラエルのネタニヤフ首相が圧倒的な戦況もあって、イランの最高指導者ハメネイ師についても、いなくなったとしても何ら問題ないというような話をしており、むしろ彼がいなくなった方が紛争が終結するのに役立つといったような話もしています。ただしこの点についてはトランプ大統領がハメネイ師殺害については思いとどまるようにと静止をかけたというニュースが入っており、この点については私も同感です。おそらくハメネイ師を殺害した場合においては、イスラム教におけるジハード、聖戦といったような形で彼が継続的なテロリズムの精神的な支柱になってしまう可能性があります。いかに生きている間に条件付き降伏を認めさせるかといったような話の方が戦闘の終結方法としては目指すべきものだと言えます。なお、現状の戦況においてイランが自分たちに対する攻撃をやめないとホルムズ海峡を封鎖するぞみたいな話をしたら何が起こるかについて、この場合は一切今回の戦闘に関与していない第三国が戦闘に介入してくる危険性が出てきます。それは中東の湾岸諸国が自分たちの輸出を阻んだとしてイランに対して明確な敵対国として名乗りを上げる可能性が出てくるわけです。これは新たな敵を作ることとなり、イランとしては合理的な作戦として実施すべきではないものです。もう破れかぶれになって国が滅んでもいいと思うのであれば、そのようなことを行うかもしれません。現状のまま戦況が推移していけば、最高指導者ハメネイ師が国民の苦しみを全く無視して空爆を受け続けてもなお政権を維持するのか、それともどこかの場面で外交的な譲歩を受け入れて、今回のイスラエル攻撃に対して条件付きの降伏を行うのか、圧倒的なイスラエル空軍による武力行使が大きく中東情勢を変えようとしています。このような事例を見ればわかりますが、国際法に許されないはずの先制軍事攻撃が今や正当化されようとしています。ロシアによるウクライナ侵略が現在でもなお進行中であるのと同じようにして、軍事力の行使がもはや非常にハードル低く、いつでもどこでも発生してもおかしくないような状況へと今の時代がなっていることを示している事例だと言えます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。